カラフルタウン廿日市。この番組は日本一の移民の街から世界一の共生の街へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エイジアンと廿日市国際交流協会外国人相談センターの運営でお送りいたします。お相手はエイジアンの栗林克之と多言語相談員コータでお送りいたします。それではですね、皆さんこんにちは。カラフルタウン廿日市、今回で第45回目の放送となりました。いやー、それでいよいよ今年からリニューアルということで、私たちですね、廿日市市国際交流協会が、半分ですね、務めさせていただきます。栗林さんのね、今までやられたこととかですね、引き継ぎながらですね、さらに良い、多文化共生のですねチャンネルにしていきたいと思います。そうですね、今までね、木の猫さんがねいつもサポートしてくれたんですけどね、今度は国際交流協会さんよろしくお願いいたします。はい、ちょっと私もですね初めてのパーソナリティですね、慣れてないところもあるんだと思うんですが、よろしくお願いします。はい、それではですね、前半の16時30分頃までは廿日市市国際交流協会のコーナーで、あと後半はエイジアンのコーナーでお送りいたします。共通テーマは多文化共生です。で、今回のですねスタジオゲストは車椅子の徳さんにお越しいただいております。そしてサブゲストとして廿日市市国際交流協会ブロッサムの橋本編集長にお越しいただいております。それでちょっと自己紹介お二人からお願いします。はい、車椅子徳さんです。皆さんお久しぶりでございます。私ですね、NPO 法人日本頸髄損傷ライフネット、というところで、理事長をしておりますが、今日もね楽しいトークを、していきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、橋本さん。はい、私廿日市市国際交流協会の事務局に勤めております橋本と申します。こういったラジオ番組で生出演というのが初めての経験なのでドキドキ緊張しておりますが、頑張って務めていきたいと思います。皆さんと一緒に頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回もですね、ユニークなゲストが来ていただいてですね、楽しい、トークを、展開できたらと思っております。はい、それではですね、次まずはですね、国際交流協会の、からということですね、まず最初のコーナー行きたいと思います。はい、国際交流廿日市。はい、じゃあちょっとですねラテンの音楽でですね楽しくいきたいと思っております。はい、それではですね、まずですね前半30分は国際交流協会からお伝えします。ここにはですね2つのコーナーがありまして、1つ目は How to 多文化共生コーナーです。多文化共生やですね在住外国人に関するですね気になった記事などを紹介します。2つ目はニュースレター廿日市ブロッサムです。廿日市国際交流協会の月刊会報誌ブロッサムからですねイベント情報やですねコラム優しい日本語をお伝えします。そしてエンディングはですねコータによる世界の音楽をお届けいたします。はい、それではですねまず第1の、コーナーです。 How to 多文化共生。はい、このコーナーではですね多文化共生や在住外国人に関する気になった記事ですねお伝えします。ちなみにですね多文化共生っていう言葉ですね、聞かれたことあると思うんですけれど、定義としましてはですね、異なる国籍や民族を持つ人々が互いの文化的な違いを尊重し合い、対等な関係を築きながら地域社会の構成員として共に生きていくことを示しますと定義されております。そして本日ですね、紹介したい記事が、中国新聞より、これ、1月13日のね中国新聞の記事なので、ご覧になった方もおられると思うんですけれど、読んでいきたいと思います。イスラム教徒と異文化交流再帰区、ハラル認証を学び料理味わう。広島県内で暮らすアジアやアフリカ出身のイスラム教徒と日本人が交流し異文化を学ぶ催しが12日広島市佐伯区であった。イスラム教徒たちが昨年結成した広島イスラム友好協会が初開催し、約120人が参加した。
NPO 法人千葉イスラーム文化センターの杉本幸一郎理事長が講演したイスラム教の戒律に沿うハラル認証を得た食事について、原料や添加物の確認が徹底され、日本人にも安心安全なものと説明。海外の旅行者たちをさらに受け入れるために文化の理解が必要とした。参加者は昼食に南アジアの米料理ビリヤニを味わい、会話を楽しんだ。参加した東広島市の広島大3年生の大隅心さん21歳は、多くの決まりがあり異国で暮らす大変さを再確認した。大学で取り組む留学生の支援活動に生かしたいと話した。友好会は今後海外出身者の生活支援などに取り組む。バングラディッシュ出身でリーダーのラホマン・シャイドルさん40歳は、国籍や宗教を超えて支え合っていくと意気込んだという記事です。はい、素晴らしい話かなと思いました。皆さんちなみにですね、こういう、ムスリムとかハラル料理とかって聞いたことはありますか？ありますよ。ね、私も昨年、イベントをした時にハラル料理を受け入れできますか、どうですかみたいなことを聞いたことありますね。で実は私もですね、廿日市市国際交流協会でホームステイの受け入れとかですね、8月6日にやってるんですけど、その時にですね、ぜひねムスリムの人を学生を受け入れたいということですね、2人ムスリムの人たちが学生さんが来てくれてですね、ホームステイで受け入れたんですけど、いろいろ話してみると、そんなにですねムスリムだからなんですか、ハラルフードだからって言ってそれほどねこっちもね身構えずに、普通にね豚肉使ってないですよって、アルコールは使わないですよとかね、それぐらいでいいのかなとかね思いました。なんかね日本ってあまりムスリムとかですねイスラムの情報がなくてですね、なんかちょっと身構えてしまうっていうねところがあるかなと思いました。ビリヤニなんか美味しそうですね。美味しそうですね。これ美味しいんですよね。本当にピラフみたいなね。そう感じでですね。お腹空いてきましたね。はい。でもこういう本当にね食べ物からねあんまり難しく勉強会とかね学びましょうよりも、まずはね食べ物を食べてですね交流しながらですねやるのがサイキックでですね。すごいですね。110人もね集まった、120人ですね。とてもいいことですよね。で若い子がさっきね広島大学の子がコメントされてましたけど、やっぱりこういう若い子はもうどんどん開いてね心を開いていってるので、やっぱりそういう時代にもうなってるんですよね。ですね。去年コウタさんもハラル料理の教室を講座として、イベントしていただきましたよね。実はそうなんですよ。私ね、料理人でも元料理人でもありますので、世界のいろんな料理っていうのをですね、レシピ集めてきまして、で廿日市でですね、ぜひ料理を通してですね、文化を知っていただきたい。それでその時にもですね、料理食べながらですね、ムスリムの人たちを受け入れた経験とですね、少し私もハラル料理とかいろいろ研究してましたので、ハラル料理ってそんなに難しくないですよとかですね。いいですね。一つ番組ができそうですね。料理だけでもうずっと話できるね。いやいいな。実際食材がね近くで手に入るっていうこともね、お伝えしましたよね。今実はですねハラル認証ってね、普通のスーパーでも結構ねマーク気づいてないけど裏向いたらアジアの食材とかですね、輸入食材って結構多くのものについてるんですね。そうですね。でマークがあるとムスリムの人は安心ですし、またですねそのマークがなければ食べられないっていうわけではなくてですね、原材料にね豚肉由来のね、エキスとか油とかなければ大丈夫っていう人もいますしね。でアルコールなんかもね基本ダメなんですけど、人によっては旅行中だし自分は今は免除して、少しねたしなむ程度に日本酒楽しむとかね、そういう方もね国によってはおられたりしますのでね、そうあまりこちらもねこれがダメだこれがダメだとかね、難しく考えなくていいと思いますよ。やっぱり世界の料理を楽しむぐらいのその中の一つがねたまたまハラル料理というっていう、そのぐらいなんですかね。はいですね。はい。で本当に何ですかね、徳さんとかご存知のようにね、やっぱりマイノリティと言いますかね、理解っていうのはねあまりなんて言いますかかたくなにね
こう構えずにあねんまり四角四面に考えずに丸く考えていただいた方がいいのかなとは思いますね。うんまあ知らないだけですのでね、そう知って、私たちもだって車椅子じゃないですか、はいやっぱり車椅子だからこうだじゃなくて、いや車椅子を使ってる普通の人なので、全然関係なく、丸く付き合っていただくのが一番いいですね。ですよね。変に、はいだからね、なんか配慮しすぎそうそうそうでね、こうね、しすぎると四角くなっちゃうので、ですよね。はい、なんとかの人はなんとかだからこれはできないとかね、勝手にこっちでね、いや無理でしょうとかね。そうですそう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 。今日もね、徳さんもね、車椅子で来てもらってるんですけども、バリアフリーでね、ここもね、すごく全然よく安心して来れるところですから。はい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 。じゃあ栗林さんどうですかね。今までムスリムの人とかそういう今まで。そうそう、それがね、まあどうしてもネックみたいになるけど、ぜひぜひこれ取り組んで地域でそういったねムスリム料理もできますよというようなことをね、廿日市は率先やってほしいです。特に宮島でもね、今ねムスリムとか、あとベジタリアンとか、あとビーガンっていうのがあるんですけれど、乳製品も取らないっていうビーガンっていう最近増えていましてですね。で本当に特にインドネシアから来る実習生もそうですし、観光客もものすごくたくさん増えてるので、はい、そのターゲットがねあるんでね、しっかりやった方がいいと思いますよ。でそのハラル対応の豚肉を抜いたお好み焼きができますとか、あとはあれですね、ラーメンとかですね、ハラル対応の豚骨ラーメンっていうね、豚を使わない豚骨風ラーメンとかですね、出してるところもね今日本にも出たりとかしてね。いや、本当にそういうふうに丸く考えると本当に楽でしょうね。あんまりこう文化でこう違いがあるじゃなくて、もっとこうゆっくりとゆったりとしたいですよね。でまあ私も通訳ガイドしながら宮島の店とかねお連れすることがあるんですけど、やっぱりいろんな国の人がもう多国籍で十数人とか案内する時も一人一人苦手なものありますかとか、アレルギーありますかとか、そういう聞くんですね。まずで聞いてみたら分かるので、まず聞くことですよね。だって僕宮島行ったらよく道尋ねられますよ。でも日本人から尋ねられることはないけど、外国の方から僕らみたいに車椅子の人に物を尋ねてくるっていうのはたくさんあります。でまあ拙い英語で返しながら、それでも10分ぐらい会話してます。なんとなく、でもやっぱ楽しいですよ、そういう会話は。ですね、そういうなんかこう心のバリアっていうのが外国の人の方が逆にねあんまりこうないのかないと思いますね。もうスッと入ってこられます。やっぱりいろんなね海外はいろんなね民族の人でいろんなねハンディキャップがあったりとか、いろんなマイノリティでいろんな人がやっぱりねごちゃ混ぜになってるっていうね感じがありますね。お互いが認め合ってる世界ですからね。はい。ですよね。はいはい。それではですね、ちょっとまだ、早いですがですね、次のコーナーに行ってみたいと思います。はい、ニュースレター廿日市ブロッサム。はい、予定より早く回ってきたのでちょっと焦り加減ですけれどもこのコーナーでは廿日市市国際交流協会の月間広報誌ブラッサムからイベント情報などを橋本がお伝えさせていただきます。その前にと言いますか、私ここ初めてなんですけれども、皆様新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、昨年も協会活動に多大なるご支援を賜り心より感謝申し上げます。会員の皆様やボランティアの皆様のご協力のもと、ハワイ郡との姉妹都市連携や平和学習、宮島ガイドなどたくさんの活動を昨年も成功させることができました。どうぞ本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。はい、ということで今回は、1月号に掲載した内容からお届けさせていただきたいと思います。最初のトップ記事にも書いたんですけれども、まず昨年12月7日にキッズクリスマスパーティーを開催しました。当協会の主催で子ども英会話廿日市キッズクラブという教室を毎週土曜日に開催しているのですが、
その会員の子どもたちと会員外の子どもたち合わせて30名が参加し、講師のカリーナ先生と一緒に歌やゲームを1時間半楽しみました。クリスマスに関連した英単語のゲッシングゲーム、そしてチームに分かれた風船リレー、トナカイやサンタの顔の、ごめんなさい、なんか言い間違えましたね、トナカイやサンタの顔の福笑いなど、英語を使って大盛り上がりでした。そしてなんとゲームに参加すると1回ごとにお菓子のプレゼントがありますよっていうふうに言うと、子どもたちはまあみんな積極的に声を出して大張り切りのイベントとなりました。最後のプレゼントの時間は英語ではいサンタと一人ずつサンタさんに声をかけ、プレゼントを受け取ると Thank you と全員が上手に会話していました。さらにかわいい消しゴムの当たるくじ引きコーナーが今年はあって、長蛇の列になっていましたね。という、廿日市キッズクラブのお話でしたが、少し宣伝させていただきますね。皆さん、この廿日市キッズクラブに入会して英語を楽しく学びませんか？クラスは2つあります。4歳から年長までの初級クラス、そして小学生のクラスです。土曜日の午前中に45分のクラスだったと思いますね。皆さんよかったらお問い合わせとかくださいね。ハロウィンパーティー、クリスマス会などいろいろな活動に参加することもできます。最初はどんなクラスかな、皆さん心配ですよね。見学や体験もできますので、まずはお問い合わせからくださいね。さて続きまして、次はイベント情報です。来月になりますが、外国人対象の出張相談会が廿日市市市民活動センターで開催されます。この相談会は行政書士、司法書士などの専門家の方々が来られ、無料で相談に乗ってくださるものです。在留資格、社会保険、労働問題、法律や人権問題など、一人ではとっても難しいですよね。このような内容について専門家がお答えします。心配なこと、わからないことがある外国籍の方、ぜひお越しください。もちろんお近くで困っておられる外国籍の方をお見かけされたらご案内くださって大丈夫です。それでは日程と開催場所のご案内です。2月1日土曜日午前10時から午後3時まで、廿日市市市民活動センター第一研修室で開催です。問い合わせは廿日市市国際交流協会、電話は 0829-20-0116 までお願いします。先ほどもね、このラジオ番組始まる前に徳さんと話してたんですけど、やはり皆さん医療問題とかでね、何か急に事故になっちゃったりとかしたら困りますよね。いや、そこはすごく重要だと思いますね。怪我だけで済めばいいですよ、病気とか、私たちみたいに障害が残ってしまったりとか、長期の入院をするようになったりとかって言った時に、じゃあどうしますかっていう問題はこれ必ず出てきますしね。そうですね。あるいは事故を起こしたとか、逆にね、逆に、この問題も今やっぱり国でもかなり議論が進んでいるところで、そうですね、私も国土交通省の方の委員をやってますけど、やっぱりそういう話は必ず議題の方には出てきます。はい、皆さんそういったことでね、何かお困りなことにならないのが一番ですが、なった場合には専門家の方に相談できるということです。あとですね、やっぱり外国人相談センター、私コータいるんですけれど、やっぱり最近はですね、なんか在住外国人とかいうとですね、実習生とか若い元気な力のあるね、健康な人たちをねイメージするんですけど、在住外国人の人もやっぱり廿日市市民ですので、やっぱり高齢化になってきたりとか、障害があったりとかですね、不登校だったりとかですね、もう日本人と
同じねやっぱりさまざまなね、トラブルとかね問題、健康上の問題とかありますのでですね、さまざまなことにね対応していかなきゃいけないなというですね。そうですよね、はいまあ廿日市に住んでいらっしゃる限りですね、やはりその廿日市でしっかり支えてあげるっていうことは、これは絶対重要なことだと思うんですよね。そうですね、はい、じゃあ皆さんちょっと盛り上がってきたところでもう一度日付を言っておきましょうね。2月1日土曜日午前10時から午後3時まで、廿日市市市民活動センター第一研修室で開催です。ぜひお越しになってください。そしてもう一つイベントのご案内させていただきます。3月2日日曜日午前10時から午後3時まで、これは廿日市市市民活動センターフェスティバルが行われるということです。ワークショップ、団体の発表会、そしてグルメの、ブースもあるようですので、皆さん一日楽しめると思います。ぜひお越しになってください。これ廿日市市市民活動センターはですねフェスティバルはうちの廿日市国際交流協会でですね、はい、出展いたします。はい、そうです。今のところですねベトナムのねフォーとかですね、あと、タイのねマッサマンカレーっていうちょっと今ね、子どもたちの間でも人気なですねタイカレーっていうのがあるんですけど、あとはタイのスイーツとかですね、そういうの販売したいと思います。はい、皆さんお楽しみに。ね、他にもいろんなねさまざまな音楽のステージがあって、はい、キッチンカーも来たりとかですね、あと e スポーツ体験コーナーがあったりとかですね、さまざまな、はい、イベントがされるようですのでね、はい、また次回には詳しく、はい、ご案内できるかと思います。よろしいですか？話がどんどん盛り上がって長くなっちゃいました。はい、次はコラム優しい日本語。皆さん、優しい日本語という言葉を耳にしたことがありますか？また、優しい日本語という表記を目にしたことがありますか？優しい日本語とは、外国人や子ども、高齢者、障害のある方々にとって理解しやすいように優しい案に配慮された簡単な日本語のことです。1995年、阪神・淡路大震災を機に、日本語や英語が理解できない外国人にも情報が迅速に提供できるようにと考え出されました。簡単に作られているということですけれども、では例えば、児童たちは集団下校をしますという内容を優しい日本語ではどう伝えるでしょうか？答えは一つではありませんが、子どもたちが集まって一緒に家に帰りますと伝えることができます。このような優しい日本語のコツを福田典子先生の執筆された記事から分けて紹介します。今回は、昨年11月号に掲載の第1回レス・マスを使って短く話すを紹介します。私たちの身近にベトナムなど東南アジアからの技能実習生が増えています。彼らは母国で初歩的な日本語を学んで来日します。初歩的というのは、挨拶や自己紹介をする、買い物、職場、病院など生活で出会う場面や状況で依頼や質問などをすることを想定して、決まった表現形式を練習して覚えているレベルの日本語力です。このような決まった文の形を文型と呼んでいます。英語の語文型とは異なりますよ。私たちが日本語初級の外国人と話す場合、彼らが学んだ文型に合わせて話すと、お互いの意思疎通がたやすくなります。その基本は名詞プラスです、形容詞プラスです、動詞プラスますという文型です。短く区切りながら情報を一つずつ伝えていくことがポイントです。また、ですますを使うと失礼にならない話し方ができるというメリットもありますということです。実際にね、そういった話し方ができるようになるといいんですけれども、廿日市市国際交流協会では、日本語を勉強したい外国籍の方のための日本語教室を開催していますが、そのボランティアがとっても不足しています。興味のある方、見学や申し込みなどお問い合わせをお待ちしております。最後に、これまでお伝えした内容の問い合わせ先、もう一度ご案内します。廿日市市国際交流協会、電話は
0829-20-0116、火曜日から土曜日まで午前9時から午後5時までとなっています。はい、今紹介してもらった廿日市市のですね、国際交流協会の広報誌ブロッサムはこちら FM 廿日市の前にもですね、置いてありますので、ぜひね手に取って見てもらえたらと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、最後になりますが、私コータよりですね The Music from Around the World のコーナーということでですね、私は、世界80カ国を回った私コータよりですね、各地で聴いた民族音楽やその国を代表する音楽を紹介していきます。で、今回ねちょっとね、紹介したのはですね、私の大好きなねドミニカ共和国発祥のメレンゲっていう種類の曲なんですね。これはもう本当にですね、ワンツーワンツー、スペイン語っていうとドスっていうねリズムが非常にね、取りやすい曲でですね、もう誰もが踊れるですね、世界各地で踊られてる、中南米どこでも踊れるような曲なんで、よかったら聴きながらね踊ってもらったらと思います。はい、はい、それでは OK でしょうか。はい、では、曲の紹介いきます。メレンゲでですね、エルビス・クレスポの、ピンタメ。時刻は16時30分になりました。後半はエイジアンのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp、 ファックスは 0829310761 です。メールファックスどんどんお待ちしております。それではここからは栗林さんお願いします。はい、ありがとうございます。ドミニカのメレンゲは聞きますですね。もうもう体がねもう踊り出すって私踊ってましたね。はい、じゃあこれから市民活動センターの1階3階をもうですねお借りしている、国際、活動をやってるんですけど、エージャンと言いましてですね、在留外国人の支援をしてもう20年ですけど、こういう中でですね、いろんな国の方々が我々の前におられるということをね、やっと我々も気がつきました。そしてそのありとあらゆるトラブルにね寄り添ってきたわけですけど、今度これからねそれをテーマにして SNS で予防ということにも取り掛かろうとしているところです。で、今日はですね先ほどからおられるゲストですね、本当に車椅子の徳さんと申し上げていいんですけど、後半もですねエージャンの、方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今先ほどね伺った自己紹介の中にもあったんですけど、頸椎のね損傷ということで全国の団体の代表もねなさっておられるし、国土交通省の委員もなさっておるということでね、大変ご活躍なんですけども、まあそれにしてもですね、このもう20代でそういう事故をね遭われたと。でそれまで事業をなさっとったわけですから、本当にもう安定したその大変なショックだったと思います。はい、まあ言いにくいかもわからないが、そこからですね私たちは学びたいんです。で、外国人がね、散々交通事故やってまして、私も何遍も立ち会っております。そういう人たちにもねこういうことになるんだということもねあらかじめ教えてあげた方がいいんじゃないかと思います。聞きにくいですけど、改めてどんなことでどういうふうになったのかちょっと教えていただければ思います。はい、私はですね、自動車事故でこういう、一生歩けない体になったわけです。ただじゃあどういう記憶が自分の中であるかというと、今でこそですねこういうふうに笑ってですね、明るい徳さんみたいなところはあるんですけどやはりですね事故に遭ってすぐはもうやはりもうこの世の終わり、で自暴自棄という言葉がこれほど当てはまるのかっていうのはそれほどやっぱり経験をしました。でやはり毎日泣いて暮らしましたし、ね、ここから立ち直るというのは本当は立ち直れないんですよ。一生立ち直れないんですけど、私は何を発見したかというと向き合うことを発見しました。自分が事故に遭って自分がこういう体になってる、これはなぜこうなったのかで
あるいはどこを怪我をしたらこうなるのか、あるいは今何の薬を飲んでいるのかで、これは治るのか治らないのかっていうのを向き合って自問自答すると、おのずと答えが出てくるんですね。このまま立ち止まっていてはダメだという答えが出てきて、じゃあ前に向いて進みましょうということです。ただこれはここまで来るのにもうそれは10年かかる人もいれば、私みたいにものの半年でなってしまう人もいます。だから全員が全員ですね当てはまることではないんですけれども、でもこれは外国人の方も含めてですね、いろんな方が事故に遭ったり病気になったりというのが、この世の中はいつどこで誰が何が起こるかわからないんですね。昨日も地震がありましたけど、大きな災害に遭うかもしれません。そこで大きな怪我をするかもしれないし、じゃあその時にどう助けを求めるのかとか、あるいはどうやって自分が、どういうんですかね、そういう立ち直るというか向き合いながら生活を取り戻していくかっていうことです。ここにはやはりその仲間とか知人とかがやはりしっかり背中を支えてあげること、言葉をかけてあげることって、これは重要なことなんですね。私はその一人になりたいっていうふうに思ってます。それは私は障害者のためだけではなくて、外国の方も含め高齢者の方も子どもさんも含めてですね、もう全てが共生をしている社会ですので、皆さんを支えることができたらという思いでやってます。はい、はい、わかりました。ありがとうございました。ではちょっと次のコーナーに入らせていただきましょうか。How to 日本暮らし。それではですね、こういうコーナーで先ほどの、お話の延長にもなるとは思いますけども、本当にトラブルというのがね、たくさんあります。外国人だけじゃないしに、いろんな方がね、私自身だって交通事故何遍も被害者ですが、よく生きてったなと思ってますけど、仲間でですね、車椅子に乗って職場で夜勤をしてですね、地下に自分で一人で、降りて車椅子に乗ろうとしてひっくりかけてですね、発見されることなく真冬ですよ、地べたで朝まで、そして亡くなった友がおります。もうね、何とも言えないですね。で、今避難所には車椅子の人がたくさん行っています。そしてその人たちのねためのベッドというのが必ずしもなくてね、車椅子のまんまで何週間もそんなことがね現実に日本で起こってるんですよ。何かできないのかなという気持ちがします。徳松さんもね、そういう事故の後立ち直られたとは思いますけども、でも次々とねいろんなことに気づかれたんじゃないかと思います。そこをね、また教えていただければと思います。はい、そうですね、もう気づくことばかりです本当に先ほど言われたその車椅子のまま寝ちゃう人いるんですけど、そうすると今度は床ずれになったりとかね、本当に思わぬ怪我をしてしまって感染症を起こして命を落とすというようなこともありますし、ね、やっぱりそういうふうなことで福祉避難所というのも、用意をされるわけですけれども、でもこれも全てが全て 100% すぐに用意できるわけじゃないんですね。だからいろんなその複合的な理由を、ね、しっかりこう積み上げていかないとそこまではたどり着かないところもあるので、しっかりですねそのあたりを皆さんにやっぱり知っていただくためにも、福祉って何っていうと、ね、皆さんが幸せに暮らすための制度ですよという意味なんですね。じゃあこれをもっと分かりやすく、ね、0からじゃなくて1からスタートができるように今も私はずっと活動を続けてます。少しずつでも分かっていただけるようになれば、役所に行っても伝えやすいし、外国の方も伝えやすいと思うんですよね。全くゼロからだと本当にかなりハードルが高いと思います。はい。そういうようなことで
私らも車椅子に、なる人もあるけど本当に事故でねあと、なかなかね回復できないで、何年も経ってから後遺症が発生するとかねいうこともあるんでね、これを外国人なんかがねどう対応するだろうかな、その辺がね心配です。職場はね言っては悪いけどもう労働力じゃないというふうにね冷たく切って捨てるところもあるんですよね。そしたらもう労災とかあるいは労災の中で最後までその面倒を見るという手続き制度があってもですね、どうぞ国に帰ってちょうだいというようなことがね現実には起こってるんですよね。私らはねそれを聞くとね、それはいけませんということになるんですけどね。いや本当にそういうようなことがなんかいろいろありますね。何か他に徳正さん。そうですね、先ほどの問題ですけど、やはりその日本の中でね、例えば廿日市でも、外国の方たくさんもうすでにね、就労されていらっしゃいます。で住んでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃる。この中でねやっぱりきちんと街の中で生きているっていう、これこそ本当に共生社会。ただし一定の日本のルールはあるし、でもそのルールをきちんと教える人も いなきゃいけないし、聞く方もちゃんと聞く耳を持たなきゃいけない、ね、だからそのあたりをうまくやっていけばこの廿日市もですね今11万人の人口がいますけどもっと増えていくと思うんですよね。で世帯ももっと増えると思う、そうすると少子高齢化の少子というところも解決するところなんですよね。だからそのチャンスというのはまだこの町にはたくさん残ってるんですね。だからどんどんやっぱそういう共生社会の中で生きていくということをですね、自分たちも日本人もしっかり考えなきゃいけないっていうふうに思いますね。こういうことで羽熊さんなんかとかね橋本さんで何か感じられることは。そうですね、やっぱり私徳さんの話聞いて思ったのが、やっぱり当事者にならないとわからないっていうところで、私も海外にいてやっぱり大きな事故とかやっぱり長く向こうにいると病気したりとかですね、もう死にそうなこととかあった時にやっぱり現地の人が助けてくれたんですね、やっぱり。で言葉も違いますし文化も違うっていうところで、そういう時すごくやっぱり不安ですし非常にギャップっていうかですね、自分はね日本人ですけど海外に行ったらその国ではマイノリティですし言葉のつながない外国人なんですね。だからやっぱりその外国人になるっていうね不安とか当事者になってすごくよく分かったんですね。だから日本に帰ってきてもですね、廿日市に住んでる外国の方でですねやっぱり困った方とか困っている方とかですね病気になられた方とかですね、そのサポートねさせてもらえたらっていうのがやっぱりそういう視点が、当事者になって入ったっていうのがやっぱり大きいですね。やっぱりね皆さんそういうふうに感じ取られる。海外行ってね自分がその立場になると分かる。ちょっとここでハウツ日本暮らしの宣伝になりますけどもね、そういったことになるとどうすればいいかということをねやっぱり外国人に分かりやすくお知らせしたいと思ってSNS でねいろいろ発信しとるんですよ。でそれはねAジャンでちょっと待ってよ、広島で A ジャンですね。広島で A ジャンというタイトルなんですけども、ただスマホとかいろいろ見るときはですね A ジャンひらがなで A ジャン SNS と A ジャン SNS とこういうの打ってもらったらねそれがポンと出ますからぜひYouTube、Facebook、X とかねいろいろありますのをね見てください。我々がね20年いろんな外国人のトラブルを見聞きして対応してきたことのねエキスだけをなんとか言葉でね音声でね伝えようとしてます。で多言語をこれからできるだけ字幕をね入れたいと思ってるんです。で交通事故で言いますとね本当にもう何遍も交通事故には対応させていただきましたけどもやっぱり外国人が被害者になることが多いですね。でその時に、警察も呼んで実況見分とかねそういうところへ行ったら、それなりの対応になるんですけどもやはり言葉が通じないとですね警察の方もどうしてもね本当は加害者側なんですが加害者側の日本人の意見をとにかく全部書くんですよ。ざーっとね分かりやすいですからね。そしてさらにねこれで
間違いないかと聞くんです。だから間違いですと言えばいいんですけど、それがね伝わらないんですよ、現実にはね。全部それをじゃあ全部ベトナム語に直して話しますか、英語に直しますか、できないでしょ。だからその時にね時間もかかるんだから早くねサインしなさいと言われても、ちょっと待ってください、私十分日本語わからないからね、友達来て一緒に警察行きますからと言えばいいんですよ。逃げるんじゃないですからね。被害者なんですよ。大変だそれなのにね、そういうことがよくある。あなたは信号赤で渡ったでしょ、それで書かれたり、そういうことがあるんですね。私もそういうことをね知れば一緒に行ってね、それひっくり返すわけですよ、ゼロからね。そういうようなことがあります。そしてしかしやっぱりね外国人もね落ち度があることがある。例えば歩道をね自転車で走ってる、自転車は車両なんですよ。車両にはそれなりの責任があるね、それなのにね歩道をピッ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 走ってですね、人ぶつけたらこれは交通事故、あなたは車両で加害したということなんですかね。その辺も分かってほしいです。そうしたらごめんなさいでさっと言っちゃいけないですよ。降りてね実況どこが怪我したんですか、じゃあちょっと治療しましょう、警察行きましょうとかね、ちゃんとした対応してほしい。そういうようなことがありました。以上でね交通事故から一歩も出なかったかも分かりませんけれども、あと改めて、ちょっとそうゲストのね曲をですねリクエストしてリクエストをね一つどういうことでこれ選ばれたのか、私も初めて聞く名前ですが、ちょっとそうですか。申し上げて、私若い頃、ね、ずっとバンドやってましてね、はい、でその頃にこのバンヘイレンというのはもう超有名な、バンドでしたね。その有名な曲のですねジャンプというのをですねぜひ皆様にお届けしたいと思います。はい、バンヘイレンでジャンプです。はい、お願いします。広島でええじゃん。はい、いつものねユンさんの声が聞こえたと思いますけどね、広島でええじゃんというのはね、広島DE ええじゃん、アジアの広島というのもかけとるんですよ。広島でいいじゃないかというのとね、アジアの広島と、なかなか深いでしょそんなことですよね。でも徳松さんがねああいうね音楽バンドとかねなんかいろいろすごいですね。いろいろやってましたよ。やってたんですね。私あれがねさっぱりダメなんでね羨ましい限りですよ。で徳さんの YouTube チャンネルが素晴らしいですからね。なるほどね。ぜひねみんな見てもらいたいですね。いやそんなに褒めていただいて、何も出ませんけど私もお手本にしてですね、させてもらってます。僕はね同じようなバンドでね一生懸命やってた友達おったんですけどね、それがねもう機嫌よく同窓会でやった後ね一杯飲んで帰ってねお風呂で休止しました。またそうかいらんこと言いましたね。いやだけどね交通事故の何倍もですから。いやだから今ヒートショックとか本当ね今の時期気をつけないといけないので、本当ですよ。皆さんも気をつけてくださいよ。転ばぬ先の杖、そういうことでちょっと SNS に今度は引っ張りに込みますけどね、その外国人にとってもねこんな一人でポツンと、そして私は急死なさった外国インド人、そして急病になる人、いろんな人がねなんでか知らんけどこの82歳の私にね電話してくださるんです。だからもう半年にね12人も病院に行って、もうこの辺の病院大抵回ったな、そんな感じですね。だけどその時にね誰かがね寄り添ってやってほしいんです。急病でね救急車呼ぶのをね彼らも躊躇するんですけど、でも呼ばざるを得ないと。その時にね隣に誰もいないとね消防職員もね救急隊もねこれどこに連れて行っていいかわからないんですよ。身分証明書とかね、あるいはどこの国でどういう何語だったらわかるのか、起用書はあるのか、どういう状態だったのか、いつもの様子を知ってる人、近所の人に同席してほしいんですよ。それがねなかなかねちょっと待って私言葉わかんないからとかいうようなことで遠慮されては困るですね。コロナの時は大変でした。長いこと救急車で待たされるからね、こっちも本当に辛かったけどね、やっぱりいざという時の最後の一人になっていただきたいんですよやめないじゃないですか、その時はね。そんな気がしますね。いずれにしてもねこのようなことでねSNS をやろうとしておるんですけども、私が一番要領がわからないんですけども、どうしてもこれをやらないとね
皆さんの外国人のスマホに届けるということでね、これをやりたいと思います。でそれが評価されてですわ、在留管理庁というかな、出入国在留管理庁、その長官から A ちゃんが共同生活支援賞というか長官賞をいただくことになりました。でその授与式というのが、2月4日火曜日なんですけどね、市民活動センター、廿日市の市民活動センターであるんです。でそれをただ授与いただくものだけじゃなくてですね、それを機会にこの地域に住んでいる外国人のトラブル、ありとあらゆるトラブルをね向き合って、この度もう一度みんなでグループワークしてみたいかというお話をしております。入管の方もですね、広島入管さんも賛同されましたんで、そして国検視、そして公共的な団体、ボランティアグループ、それから専門の先生ですね、大学の先生や弁護士さんとそれぞれお呼びして、6つぐらいのグループで、ちょっと議論したいと思ってます。例えば外国人日本に来られるとね、子連れの場合は子どもの就学、これがねもう花からトラブってくるんですよ。そこからスタートですね。で今度は就職ですね。就職も本当にあちこちハローワーク行って、何遍も面談に行ってますけどね、ウクライナの人でも12回面談に行って断られました。なんでか、日本語が十分でない。それじゃあうちの会社では担当つけるわけにいきませんのでごめんなさいと、こういうことですよ。広島ですよ。日本語をね学んでから来た人はほとんどいないでしょう。ウクライナの事件以来ね避難してきた人です。だからね何かないのかね。だからそういう人たちにとってはね、居場所で日本語を教えたりね、そして、いざとなったらいろんな通訳の機会もありますし、とにかくサポート体制をですね連携してやっていかなきゃいけないんです。でまずはその前に何に困っているかを明らかにするということで、見える化するということを考えました。2月4日ぜひで市民活動センター2階第一研修室、広いところです。そして他にも部屋を取っています。皆さんのね興味のあるテーマでねぜひ参加していただければありがたいと思います。さあそして時間迫ってきましたので、徳松さんの方からまた言いたいことがあったらしいです。いきなり振るんですね。いやいや本当今言われたようにね、確かに言葉の壁というのはこれはもう否めないところなんですよ。私も訪問介護事業所を経営してますけども、でも今介護の世界というのは外国の方を今求めてるんですよね。だからしっかり勉強していただいて、日本語も含めて、介護のスキルも含めてですね、今は、介護の初任者を取るのにも、ちゃんと補助が出たりとかするようになってます。だからしっかりここをですね本当真剣にやっていただけると本当に皆さん幸せになれるようになるのではないのかなっていうのはすごく感じるところです。その代わり真面目に真剣にやっていただけると嬉しいな。そうですね。僕らはやっぱり介護絶対必要なんで、私自身が必要なので、やっぱりねそういうのも今からの日本の一番必要なところだというふうに思います。はい、ありがとうございました。はい、それではそろそろお別れの時間です。ぜひですね、ご感想をもらえればと思います。この放送アーカイブ動画にですね YouTube チャンネル広島でエイジアンからお聞きいただけます。だいたい1週間後ぐらいですねに、アップロードされる予定です。これ多言語でですね、放送されますのでいろんな言語で、見ることができます。エイジアンホームページからもリンクできます。はい、次回も来月第2火曜日の2月11日火曜日、午後4時放送されます。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りいたします。お相手は廿日市市外国人相談センターコータと、一般社団法人エイジアンの栗林さんと、ゲストの車椅子徳さんと、サブゲストで橋本さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。